はい、皆さんこんにちは。現役機長のりゅうです。今日も客席の現役機長シリーズやっていきたいと思います。今回は着陸するには高すぎるということで、一面白銀の世界の中を降下侵入していく航空機、その航空機の客席に座っているりゅうは一体何を考えているのか、また非常に高い高度から侵入する場合、パイロットが考えていることは一体何なのか、さらにこの雪景色の中にある空港は一体どこなのか、そんな様々な視点で今回の動画楽しんでいただければと思います。ぜひ動画楽しんでいただけた方はチャンネル登録、高評価、またメンバーシップ登録よろしくお願いします。それでは今日も行きましょう。
ートベルト着用の際に消えるまでシートベルトはそのままお締めください。上の棚をお開けになる際には手荷物が滑り出ることがございますので十分ご注意ください。ただいまからすべての電子機器をご利用いただけます。またお降りの際には携帯電話などのお忘れ物をなさいませんようお座席周りをお確かめください。機内でのスムーズなご搭乗と確実な手荷物収納のため次回ご搭乗の際にもお手荷物の貨物室へのお預けにご協力いただきますようお願いいたします。小松空港ではグランドスタッフの手作り新聞見ますよ到着ロビーにてご用意しております。北陸のお土産、食文化、おすすめスポットをぜひご覧ください。ただいまの空港周辺のお天気は晴れ、気温は1度と報告を受けております。どうぞ皆様、お風邪など召されませぬよう、お元気で良い一日をお過ごしください。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空とアエロメヒコ航空、ブリティッシュエアウェイズ、ハワイアン航空とのコードシェア便をご利用くださいましてありがとうございました。また後期の際には3段階に分かれてお降りいただきます。客室乗務員がご案内いたしますので上の手荷物は取り出さずお座席のお座りのままでお待ちください。皆様のご協力をお願いいたします。はい、というわけでまもなく小松空港に到着しますが、客席の現役機長シリーズいかがだったでしょうか。小松空港は北アルプスを越えての地形の影響や自衛隊機との航空交通量の流れ、また特有の冬の悪天候など非常にテクニカルな空港になっていますが、今回は高高度からの侵入の様子を見ていただきました。他にもいろんな侵入、またいろんな空港、いろんな機種でこの客席の現役機長シリーズ紹介していければと思います。ぜひ動画を楽しんでいただけた方は高評価、チャンネル登録、またメンバーシップ登録もよろしくお願いします。それでは本日ご視聴どうもありがとうございました。